美咲、今日なんか疲れた顔してるね。今日ね、朝から大変だったの。電車が止まっちゃって、会社に遅刻して、ランチのお店も休みで。ついてないね。でもね、こういう時、私いつも思うんだ。しょうがないって。出た、美咲の口癖。そう、口癖。で、今日のテーマはこれ。しょうがない。いいテーマ。この言葉ね、日本人がよく使うけど、外国の人にとってはちょっと不思議な言葉らしいよ。そうなんだよね。英語で説明するのが難しい。It can't be helped とか、It is what it is って訳されるけど、なんか違うんだよね。ちょっと違う。もっと深い意味がある気がする。そう。だから今日は、このしょうがないっていう言葉について、いろいろ話していこうと思います。日本人の考え方がわかる。面白いテーマだよね。楽しみ。じゃあまず、しょうがないの意味から話そうか。そもそもしょうがないってどこから来た言葉？これね、もともとはしようがないって言葉なんだよ。しよう。やり方、方法っていう意味のしようね。そう。だから、しょうがないは、やり方がない、どうすることもできないっていう意味。なるほど。自分の力ではどうにもできない時に使う言葉なんだ。そうそう。例えば、電車が遅れた時とか、雨が降った時とか、自分のせいじゃないことが起きた時。あと、しようがないっていう人もいるよね。そうそう。しようがないも同じ意味。ちょっと丁寧な言い方かな。で、もっとカジュアルな言い方だと、しゃあないとか。関西の人がよく言うやつね。そう。私の大阪の友達、いつもしゃあないわって言ってる。地域によって言い方が違うのも面白いよね。でもね、この言葉の面白いところは、意味だけじゃなくて、使い方なんだよ。どういうこと？それは次の章で話そう。ねえ、美咲。日本人って一日に何回しょうがないって言うと思う？何回だろう。5回くらい？もっと多いよ、きっと。私昨日数えてみたの。数えたの？そう。そしたらね、1日で10回以上言ってた。10回？朝寝坊した時、しょうがない。電車が混んでた時、しょうがないか。のぞみもそれが口癖だね。でしょ？で、ランチで食べたいものが売り切れてた時も、しょうがないな。それでね、気づいたの。日本人ってちょっとしたイライラとかがっかりした気持ちをしょうがないで処理してるんだよ。わかる。心の中の小さなモヤモヤをこの一言で流してる感じ。そうそう。外国の人ってこういう時どうするんだろうね。国によって違うと思うけど、もっとはっきり文句を言ったり交渉したりするのかも。交渉って日本人あんまりしないかも。そう、私もそう思う。なんでだろうね。私ね、このしょうがないってもっと古い考え方とつながってる気がするの。古い考え方？諸行無常って聞いたことある？諸行無常。そうそう。すべてのものは変わっていく。同じ状態ではいられないっていう仏教の考え方。全部流れていくみたいな。そう。桜がすぐ散るのも諸行無常。人生も諸行無常。なるほどね。で、しょうがないってそれと似てる気がするの。変えようとするんじゃなくて流れを受け入れる感じ。ここからちょっと深い話になるけど、しょうがないって良い面もあると思うんだ。だってさ、世の中って自分の思い通りにならないことが多いじゃない？そうだね。天気とか電車とか、他の人の行動とか、自分ではコントロールできないことばっかり。そういう時にずっとイライラしたり怒ったりしてたら疲れちゃうよね。わかる。心がすり減る感じ。そう。だから、しょうがないって言って一回受け入れる。そうすると次に進めるんだよ。なるほどね。気持ちの切り替えの言葉なんだ。私ね、イタリアから来た友達に言われたことがあるの。なんて？日本人は嫌なことがあってもあんまり落ち込まないねって。確かにそう見えるかも。で、その理由の一つがこのしょうがないっていう考え方だと思うんだ。受け入れて流す。仏教の考え方にも似てるよね。そうそう。日本は昔から仏教の影響があるから、こういう受け入れるっていう考え方が言葉にも入ってるのかも。言葉って文化を表すんだね。でもね、のぞみ、しょうがないには怖い面もあるんだよ。怖い面？諸行無常の考え方、綺麗だけどちょっと危ない時もある。どういうこと？例えばね、会社で変なルールがあるとする。みんなこれおかしくないって思ってる。でも誰かがしょうがないよ、昔からこうだからって言うと、そこで話が止まっちゃう。それはある。流れを受け入れるのは美しいけど、
変えられることまで流しちゃう。職務上は自然のことで、社会のルールは人間が作ったものだもんね。そう、そこ。天気とか桜が散るのとかは本当にしょうがない。バッと人が作ったものは人が変えられる。なのに全部同じしょうがないで片付けちゃう。そうなの。だからしょうがないは便利だけど、使いすぎると考えるのをやめる言葉になる。怖いね、それ。じゃあもうちょっと実用的な話。しょうがないってどう使ったらいい？そうだね。まず一人でつぶやくとき。しょうがないな。これは誰にでも使える。これは簡単。あと友達との会話で、友達が何か失敗したときに、まあしょうがないよって言うと慰める意味になる。大丈夫だよ、気にしないでっていう感じ。そう。でもね、ちょっと注意が必要なのは目上の人に使うとき。上司とか先生とか？例えば上司が仕事で失敗して落ち込んでるときに、しょうがないですよって言うとちょっと失礼に聞こえるかも。なんで？なんかね、あなたの問題はどうでもいいみたいに聞こえちゃうらしい。そっか、難しいね。だから目上の人には、そういうこともありますよねとか、お気になさらずとか、別の言い方の方が丁寧。なるほど、勉強になる。あと面白い使い方でね、しょうがない子ねっていう言い方もあるよ。お母さんが子供に言うやつ。そう。これは困った子ね、でも可愛いな、みたいな愛情が入った言い方。いいね、これ。同じしょうがないでも言い方とか誰に言うかで全然意味が変わる。今日はしょうがないについていろいろ話したね。気持ちの切り替えとしては便利な言葉。でも職務上みたいな深い考え方ともつながってる。そこがこの言葉の面白いところだね。ただね、最後に一つだけしょうがないっていう前に一回だけ立ち止まってほしい。立ち止まる？これは本当にしょうがないのか、それとも変えられるのか、それを考えるだけでちょっと違う。いいね、それ。電車の遅れはしょうがない。桜が散るのもしょうがない。でも全部がしょうがないじゃない。みんなに聞きたいな。自分の国にしょうがないみたいな受け入れるための言葉ある？国によってこういう考え方がどうなってるのか知りたいね。ぜひコメントで教えてください。今日も聞いてくれてありがとう。また次回のレイトナイトジャパニーズチャットでお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。